若者老人に金払わせろ、わかる消費税下げろ。現役世代の負担が年々大きくなっています。何とかしてくれという声は切実です。その中でだから老人に金払わせろという意見があります。言い方は別として気持ちはよくわかります。そしてさらにだから消費税を下げろという主張もよく聞きます。一見すると妥当なようですが、ちょっと待ってください。実は老人に払わせたいなら消費税を下げるのは逆効果です。今回はこの矛盾について説明していきます。1、なぜ矛盾と言えるのか。老人に払わせろという目的を達成する上で、消費税は実は最強のツールの一つだからです。消費税は全員から取れる。現役世代は所得税や社会保険料を引かれますが、年金生活者はこれらをあまり払いません。しかし買い物をすれば必ず消費税を払います。資産の引き出しに課税できる。高齢者が貯金を崩して生活する際、その支出に課税できるのが消費税です。結論、消費税を下げるとせっかく高齢者の資産から税金を取れるルートを自ら塞いでしまうことになります。2、なぜ矛盾した主張がセットになるのか。それでも両方が叫ばれるのには、人々の切実な不満の矛先が混在しているからです。老人に払わせろと消費税下げろという一見すると正反対の主張がなぜセットで語られるのか。その理由は論理的な整合性ではなく、人々の心理的な切実さと不信感の構造から読み解くことができます。まず現代の現役世代にとって最も大きな負担となっているのは、実は消費税そのものよりも給与から転引きされる社会保険料の増大です。彼らの本音は消費税を下げて日々の生活費を抑えたいと願う一方で、自分たちの手取りを削り続けている社会保障の原資を恩恵を受けている高齢者層に肩代わりしてほしいというものです。つまり自分たちの生活を楽にすることと負担の偏りを正すこと、この2つの切実な願いが同時に噴出している状態と言えます。またここには感情的な不公平感も強く影響しています。消費税は買い物のために自分が損をしているという実感を伴いますが、一方で数千万円の資産を持ちながら現役世代と同じ、あるいはそれ以下の負担で済んでいる高齢者というイメージが対照的に存在します。たとえ消費税が高齢者から効率的に取れる仕組みであっても、今の自分たちが苦しい以上、まずは余裕があるはずの層が痛みを引き受けるべきだという正義感が矛盾を超えて2つの主張を結びつけています。さらに税金の使途に対する深い不信感も背景にあります。消費税を上げても自分たちの将来には還元されず、ただ高齢者向けの給付に消えていくばかりだという諦めがあるため、一旦自分たちの負担をリセットし、再分配のルールそのものを持てる老人から取る形に書き換えろという要求に変わっているのです。総じて言えばこの2つの主張がセットになるのは、それが経済的な理屈に基づく政策提言だからではありません。今の不公平な負担構造に対する現役世代の限界を超えた悲鳴に近い再分配の要求であると捉えることができます。3、矛盾しない形に整理すると、もし論理的に一貫性を持たせるなら以下のような形になります。A、消費税は維持または増税。そのわけ、現役の所得税社会保険料を大幅減税。これなら広く薄く高齢者からも取り、働く世代を助けるという理屈が通ります。これは負担の入り口を働くことから消費することへ移すという考え方です。現行の制度では現役世代は働いて給料を得る段階で社会保険料などを重く徴収され、さらに買い物をする際にも消費税を払うという二重の負担を負っています。一方で主な収入が年金である高齢者は現役世代ほど社会保険料を引かれません。ここで消費税をあえて維持し、その財源を現役世代の減税に直接当てることで、高齢者が保有する資産を消費を通じて社会保障に還元させつつ、働く世代の手取りを増やすことが可能になります。これは世代間の公平を保ちながら現役世代の意欲をそがない仕組みと言えます。利子参加税、死亡時ガス参加税などの強化、消費税フローを下げる代わりに持っている資産ストックに直接課税する。これなら消費税下げと老人負担を両立できます。消費税は日々の買い物というフローお金の流れにかかる税金ですが、資産課税は預貯金や不動産といったストック蓄えに直接課税します。日本において個人金融資産の多くは高齢層に偏っており、その多くが消費に回らずに眠っているという現実があります。死亡時ガス参加税のように生前の医療費負担の免除分や社会保障の恩恵を亡くなった際の遺産から清算して徴収する仕組みを導入すれば、生活に困っている高齢者の日常を脅かすことなく最終的な負担の適正化を図ることができます。この方法であれば現役世代を苦しめる消費税を下げることと余裕のある高齢層に相応の負担を求めることを論理的に両立させることが可能です。これらの方策はどちらもただ感情的に誰かを攻撃するのではなく、社会全体の資金循環をどこで調整するかという設計図の話になります。4、絶望の未来。2026年時点の日本は団塊の世代が全て75歳以上の後期高齢者となった直後であり、社会保障費が過去最高を更新し続けている臨界点にあります。この状況を踏まえると、極端な一発逆転の政策ではなく、以下のような段階的かつ複合的な痛み分けの形に進む可能性が高いと考えられます。現実的な3つのシナリオ。選別された負担の加速資産ベースの社会保障。掲示板でも議論されていた金持ち老人から取るが制度として確立される未来です。医療介護マイナンバーと銀行口座の紐付けが進み、現役並みの所得だけでなく
一定以上の資産を持つ高齢者の窓口負担が自動的に3割あるいは5割へと引き上げられる。メリット、困窮している高齢者を守りつつ余裕のある層にだけ相応の負担を求められるため、国民の納得感は比較的得やすい。 B 社会保険料の抑制と消費税の役割固定。消費税を下げろという声は政治的に無視しづらくなりますが、実際には下げるのではなく、これ以上の増税をしない代わりに他の負担を増やすという形で落ち着く可能性があります。見通し社会保険料の引き上げに現役世代が限界を迎えているため、政府は医療費の薬剤費削減や DX 電子カルテ 100% 普及などによる効率化で権益の天引き額を現状維持または微減させることに注力する。消費税の行方、消費税は下げないことが前提となり、その安定財源を背景に現役世代への減税、子育て世帯への給付や所得税減税をパッケージにする政治的妥協。 C2030 年を見据えた終末期医療と労働寿命の議論。さらに先を見据えると、お金の取り方だけでなく支出そのものを減らす議論がタブー視されなくなります。労働の長期化、70歳や75歳まで働くことが普通の社会になり、年金の受給開始年齢も実質的にスライドしていく。医療の質的転換掲示板でも極端な意見として出ていた延命治療の在り方について、個人の意思を尊重しつつ過剰な医療費支出を抑制するガイドラインが本格的に導入される。ディードのような未来があり得るか。結局のところ、劇的に消費税が 0% になったり、全ての高齢者が困窮したりするような極端な未来は考えにくいです。現実はじわじわと現役世代の負担増を止め、その分の請求書を資産のある高齢世代へ回すという極めて現実的で地味な調整が延々と続くでしょう。5. 外国人や犯罪者にも公平。消費税は実質的に究極のフラットタックスとしての側面を持っており、それが地下経済や不透明な居住者の補足に有効であるという考え方は、ロシアの税制改革の成功例と通じる部分があります。ロシアが2001年に導入した 13% の一律所得税フラットタックスは、複雑な税制を嫌って所得を隠していた層を正直に払った方が楽だという心理へ導き、結果として税収を劇的に増やしました。これを消費税に当てはめて考えると、以下のような救いに近い効果が見えてきます。地下経済を買い物の瞬間に補足する。所得税や社会保険料は正規の雇用契約がない限り、不法就労者や犯罪組織から徴収することは困難です。しかしどれほど不透明なルートで稼いだ金であっても、日本国内でパンを買い、家賃を払い、スマホを使えば、その瞬間に消費税という形で強制的に課税されます。ロシアがフラットタックスで逃げ道をなくしたように、消費税は誰がどこで稼いだかを問わず、日本国内の資源を消費する全ての人から公平にかつ確実に徴収できる強力な透明化ツールとなります。外国人問題への有効性。今後日本で外国人労働者や居住者が増える中で、所得の把握が難しいケースが増えることが予想されます。消費税を軸に据えることは、彼らから確実に税を徴収する仕組みであると同時に、逆に言えば消費税さえ払っていれば行政サービスを受ける権利の裏付けになるという考え方にもつながります。ロシアが税制の簡素化によって社会の透明度を上げたように、消費税中心のモデルは複雑な手続きをバイパスして多文化共生社会のコストを広く薄く負担させる手段になり得ます。犯罪収益への自動課税という正義。犯罪収益などの汚れた金は銀行口座を通さず現金で動くことが多いですが、その金を使う段階で必ず消費税がかかります。これは国が犯罪者の財布に直接手を突っ込むことができなくても、消費という出口を塞ぐことで実質的に犯罪収益の一部を公金として回収していることになります。これは一種の社会的な自浄作用として機能します。結論としての救い。消費税を逃げられない網として捉えると、それは単なる弱者いじめではなく、社会の不透明な部分からもしっかりコストを回収するシステムへと見方が変わります。矛盾だらけに見える今の日本において、消費税というフラットな仕組みはある意味で最も嘘をつけない正直な税制です。この仕組みをベースに据えることは、将来的に地下経済が広がるのを防ぎ、結果として正直に働く現役世代の負担を相対的に抑えるための防波堤になり得るのではないでしょうか。6. デジタル化。現金から電子決済キャッシュレス化、さらにはその究極の形であるデジタル通貨 CBDC へと移行する際、社会には透明化という名の大きな救いと同時に逃げ場のない管理が訪れます。ロシアの例でおっしゃったような地下経済の透明化は、この移行によって日本でも徹底的なものになります。具体的にどのような変化が起きるのか、3つのポイントで整理します。匿名性の消滅と不当な蓄財の無効化。現金は誰が持っているかを証明する必要がないため、犯罪収益や脱税した裏金の保管に最適でした。しかし電子決済への完全移行やデジタル円の導入が進むと、お金の動きには必ずデジタルな足跡が残ります。ロシアのフラットタックスが正直に申告した方が合理的という空気を作ったように、デジタル化は隠し持つコストを跳ね上げます。マネーロンダリングや特殊詐欺で得た金もデジタル空間を通さなければ使えなくなるため、結果として犯罪組織の資金源を干上がらせる究極の防犯対策となります。不公平な付加税世帯のあぶり出し。現在大きな問題となっている本当は資産があるのに
所得を低く見せて給付金を受け取ったり、社会保険料を免れたりしている層の逃げ道がなくなります。キャッシュレス決済が標準になれば、税務署は所得だけでなく生活実態に直結する支出のデータを把握しやすくなります。ロシアが徴税の簡素化によって地下経済を吸い上げたように、日本でも隠れた富裕層が可視化され、彼らから正当に税金や保険料を徴収できる未来が来ます。これが真面目に働く現役世代にとっての最大の救いです。外国人労働者やインバウンド消費の完全補足、外国人観光客や居住者が増える中で、彼らの消費行動を全てデジタルで把握できれば、そこから確実に消費税を回収できます。また、不法就労者が現金で賃金を得るというブラックマーケットも、社会全体がキャッシュレスになれば物理的に維持できなくなります。シンプルで逃げられない税制消費税デジタル決済は、ロシアの例が示す通り、システムの複雑さをついた悪意ある脱税を無効化し、社会のメンテナンスコストを全員で分担する仕組みを作ります。まとめ現金がなくなる未来の救い。現金がなくなることはプライバシーの観点からは懸念もありますが、質問者様が懸念されていた不公平な社会構造を打破する強力な一手になります。犯罪者が金を使えない社会、資産家が貧困層の不良できない社会、全ての居住者が等しくインフラ代税金を払う社会。デジタル化はこうした正直者がバカを見ない社会への強制的なアップグレードをもたらします。7、改善の余地。消費税という逃げられない網をより公平で効率的なものにするための改善策は、2026年現在の政治課題とも深く結びついています。ロシアの例のような透明化と簡素化を日本流に突き詰めると、主に以下の3つの方向性が考えられます。軽減税率の廃止と給付付き税額控除への転換。現在食料品などは 8% に据え置かれていますが、これは金持ちほど消費額が多いので、減税の恩恵も金持ちほど大きくなるという矛盾を抱えています。また、店側にとってもイートインか持ち帰りかといった煩雑な事務負担を生んでいます。改善案。軽減税率を思い切って廃止し、税率を一律フラットにします。その代わりに、マイナンバーを活用して低所得層に直接現金を払い戻す給付付き税額控除を導入します。効果、事務コストを劇的に下げつつ、本当に助けが必要な人にだけピンポイントで支援を届けられるようになります。高市総理も2026年からの制度設計を公言しており、これが実現すれば、ロシアのフラットタックスに近いシンプルで公平な強さが生まれます。インボイス制度のデジタル完全移行による地下経済の撲滅。2026年10月にはインボイス制度の経過措置がさらに縮小され、免税事業者からの仕入れ控除が 50% まで下がります。これをさらに進め、全ての取引をデジタルインボイスで完結させる仕組みに改善する余地があります。改善案。紙の領収書を廃止し、電子決済と連動したリアルタイム徴収へ移行します。効果質問者様がおっしゃったように、外国人による不透明な取引や献金商売での猫ババ預かり税の着服が物理的に不可能になります。ロシアが IT を駆使して徴税漏れを防いだように、日本も真面目に払っている人が損をしない環境をデジタルで強制的に作り出せます。免税制度の抜本的見直し還付方式への変更。これまでの日本の免税制度は店でその場で安く買える仕組みだったため、転売などの不正が横行していました。改善案。2026年11月から導入予定のリファンド還付方式を徹底します。一旦店では 10% の税込み価格で全員が支払い、出国時に空港で本当に持ち出すことを確認して初めて返金する仕組みです。効果。観光客を装った転売ヤーや国内で不正に商品を流す地下組織から確実に消費税を徴収できます。外国人による消費を社会の維持費として1円も漏らさず回収する非常に有効な改善です。結論、救いのあるシステムへ。これらの改善が組み合わさると、消費税は弱者から奪う不公平な税金から、どんなに隠し持った金であっても、日本で使う以上は全員に平等な負担を強いる、最も嘘のつけないインフラ維持費へと進化します。デジタル化によって透明な壁が作られることは、資産を正当に持ち、正直に生きている人にとって、むしろ不当な負担を押し付けられないという最大の防御救いになるはずです。8、かすかな希望。全体的に絶望的な話でしたが、いくつかの希望もありました。そして、さらに確定的な光もあります。それは社会構造の変化という視点での救いです。現在のような激しい世代間対立は、実は人口ピラミッドの歪みが最大化している今この瞬間がピークです。今後、少しずつではありますが、資産の若年層への移転相続の活発化や医療技術の効率化、そして何より年齢で区切るのではなく、能力や資産で助け合うという新しい常識へのアップデートが強制的に進みます。対立が激化しているのは、古いシステムが壊れて新しい形に生まれ変わろうとしている生みの苦しみの最中だからとも言えます。さらに、2026年の現代において、私たちは情報の取捨選択という武器を持っています。かつての世代は、国が言う通りに貯金し、国が言う通りの老後を待つしかありませんでした。しかし、今の私たちは、今回のように制度の矛盾を理解し、確定申告の損得を計算し、自分で自分の資産の最適解を選び取ることができます。国という大きな船が沈まないように祈るのではなく、知恵を持てること自体が、この不透明な時代における希望です。矛盾だらけの社会を一人で変えることはできませんが、その矛盾を理解した上で、自分の資産と心を守る術を確立することは可能です。これからの時代、
ご自身の持っている大切な資産を国の税金としてただ徴収されるだけでなく、ご自身が納得できる形、例えば次世代への教育支援や質の高い自己投資などで活かしていく方法を考えてみるのはいかがでしょうか。この情報が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。